皆さんこんにちは。ここは倉敷です。先週まで尾道の動画を3本出しました。尾道の後は私は娘としまなみ海道を通って3つ目の島、生口島に行ってそこで泊まる予定でした。でもこの時台風が2つ日本に近づいてきていました。それで雨がたくさん降ってしまなみ海道が通行止めになってしまいました。つまり島に行けなくなってしまいました。それで代わりに倉敷に来ました。でも倉敷も雨がたくさん降っていて川の水が多いような気がしました。川の上のスペースが駐車場になっています。駅から20分ぐらい歩いてやっと泊まる場所に着きました。すごく日本風な飾り付けになっていました。ベッドも寝心地が良さそうです。家を見ていたらスマホで警報が鳴りました。雨がたくさん降って山が崩れるかもしれないので、山のそばに住んでいる高齢者は避難を開始してくださいという内容でした。避難というのは安全な場所に行くことです。その後、もう一度警報が鳴りました。そして避難所のお知らせが来ました。でもこれを見てもどこがどうなっているのかわかりません。とても心配になりました。ただ山のそばではなかったので、とりあえず夕飯を食べに行くことにしました。少し歩いたら素敵な街並みの場所に来ました。この先が倉敷の美観地区でした。昔っぽい綺麗な街並みです。まだやっている場所があったので行ってみることにしました。倉敷物語館です。素敵な建物ですね。入ってみます。すみません、この中って撮影とかしてもいいんですか？いいですよ。いいですか？はい。これは綿です。倉敷は明治時代、綿の栽培とそれを糸にする工場で栄えました。ばら寿司を作れるコーナーがありました。倉敷は岡山県にあります。岡山のばら寿司は瀬戸内海の魚などと季節の野菜を使って作るそうです。どうでしょうか？美味しそうですか？
作った後は片付けます。では、夕飯を食べられるところを探しに行きます。雰囲気のある喫茶店です。建物がツタで覆われています。その隣は美術館です。この時間は閉まっていました。白鳥が泳いでいます。橋の向こうに行きそうなので、向こうで待ちましょう。この川は倉敷川です。しばらく待ちましたが、白鳥が来ません。わかった。あとは雨に濡れないように、戻ってる。戻ってる。なぜ？橋の下にいるかと思ったら、反対側に泳いでいっていました。夜の雨の美観地区はとても綺麗でした。旅館がありました。レストランは終わっていました。目の前の建物も旅館です。雰囲気のある旅館です。その横の門も素敵でした。川の向こうにある素敵な建物は観光案内所です。行ってみましょうか。目の前の素敵な建物は倉敷考古館です。本当に昔のものを見ることができます。この橋は真ん中が高くなっています。橋の下を船が通りやすくしてあります。この観光案内所の建物は昔は町役場として使われていたそうです。町役場というのは市役所のようなものです。電気はついていますが、お店はやっていません。美観地区の終わりに来てしまいました。この橋も素敵です。この通り沿いのお店はやってそうですね。とうとうやっているお店を見つけました。でも現金しか使えないお店でした。おばんざいのお店がありました。おばんざいというのは京都の普通の家庭の料理のことです。おばんざいみたいな料理がこの時は食べたい料理でした。まずはお店がやっているか、そしてクレジットカードが使えるか聞いてみます。すみません。やってますか？ペイペイとかクレジットカード使えますか？キャッシュオンリー。
今ちょっと6000円ぐらいしかないんですけど、6000円でも足ります？ちょっと。お食事が中心ですかね。うちご飯とかはないんです。あ、どちらかというとお酒とはい。ちょっとつまみにうんうん。代わりにちょっとまあまあお肉系が少しあはい。るのでみはい。たいなって今2人なんですけど、それで6000円ぐらいで足りそうなら、3000円ぐらいそう、ちょっとで、少ないですか？いや別にその頼むものあ、で、頼むもので。じゃあちょっと、待って、お金だけちょっと確認して6000円あるかどうかちょっと見てから、はいすいません。あ、すいません。はい、7000円ありました。じゃあお願いします。無事、美味しいご飯が食べられそうでよかったです。いろいろ行かれたんですか？いえ、何時ぐらいに来て？そう、4時とかに来て、で、それでさっき警報が出たじゃないですあ、はいか。はいはい、それですっかりびっくりして、はいもう帰ろうかなって思って。そうですね、まあこの辺りははい。大丈夫なんですけど、あ、よかった。この辺りは大丈夫と聞いて、本当に安心しました。この辺はもともと海だったとこなんです。ここもですここもか？そうなんです。この周り全部住所としては島っていう名前が羽島とか何島とか、はい。ついてる。このちっちゃい川ももともとは運河、船が海から上がってくる場所ではあったんですけど、そうなんですね。かなりまあ大昔の。はい、そうですよね。だってこの建物がもうだいぶ古い感じだから、それより前に埋め立てたっていいや、うもっことともっとですね。もっと前ですね。へ何百え。年も前の話ですへね。え。かなり昔は倉敷の駅があるところは島で、周辺は海だったそうです。埋め立てというのは土で海を埋めることですが、倉敷は埋め立てではなく干拓で陸地にしたんだそうです。干拓というのは海を仕切って海の水を抜いて陸にすることです。はい。お飲み物はこはい。の辺にノンアルもはい。ございますし、せっかくならお酒が飲みたいね。そう、今日は日本酒をとか思ったんですが、日本こ酒の、を地酒のはい、ようなものでしたらええ、え置いてありますえ、なんね。かおすすめのね、でもどっちかといったら飲みやすい日本あ、酒ありま女すか？性にまあまあ、はい。地酒の方がいいですか？地酒というのはその土地で作ったお酒のことです。それが飲みたいね。うんうん。岡山に来た岡から。山のやつ飲みたいね。うん。なんか割とその大吟醸みたいな癖のないのが飲みやすいんですが、あんまり強い辛いとかじゃなくて、ね、そう、私そうなんです。飲めなくて。大吟醸というのはお酒の種類の一つです。詳しく知りたい人はこちらの動画で説明しています。これが、はい。綺麗。純米吟醸で岡山のお酒なんですけど、はい。まあ石地。ちょっとグラスで飲んでみます。はい、ぜひ。岡山の地酒、石地です。飲みやすくて美味しいお酒でした。まずは、ナスのおばんざいが来ました。それから、かぼちゃとズッキーニと玉ねぎの煮物です。それから、きんぴらごぼう。これはよくある家庭料理です。
それから鶏肉、とても柔らかく料理してありました。めっちゃ美味しいですね、これは。なんかシンプルな塩だけですか、これ。いや、これはね、一晩マリネして。やっぱりそんな塩だけなんで失礼しちゃった。いや、もちろん塩も入ってるし、あんまり硬くならないように蜂蜜も少し入ってて、エストラゴンっていうハーブも。エストラゴン？はい、入ってるんですけど。エストラゴンを見せてくれました。アサリの酒蒸しです。アサリをお酒を使って蒸した料理です。次に飲んだ日本酒はとても珍しい日本酒でした。説明を聞いてください。これは岡山県じゃないんですけど、はい。ワインしか作ってないはい。ワインの酒造メーカー用ほど大きくないんです。個人のとこなので、はい。その人が作った日本酒があるんです。飲みたそれを女性が好む味なんです。だからボトルもワインのボトルなんですけど、中身が日本酒なんです。それをちょっと飲んでいただきたいかなと思いますね。ぜひ美味しそうです。長野県のワイナリーが作った日本酒だそうです。後で調べたら人気のある日本酒で手に入れるのが大変なものでした。リンゴみたいな味がしたよ。でもさ、ワインだからさ、いや、ワインじゃないんだよ。日本酒なんだよ。そうなんですよ。本当に美味しいものを飲ませていただきました。次に出してくれたのは焼きとうもろこしです。甘くて香ばしくて美味しかったです。次に来たのはおしゃれな一品です。パンの上のタラモサラダで。タラモサラダ。はい。ピリ辛が乗ってきて、中はサラダは人参と玉ねぎときゅうりなんですけど、そのドレッシングが今日使った人参を吸って作ったドレッシング。人参に人参ドレッシングをかける。すごい。これはじゃあパンにつけて食べる。つけてもいいし、そのまま食べても。これで締めっぽい。でこの骨の周りの肉はかじって食べていただきたい。ありがとうございます。かじるというのは歯で噛むことです。また締めというのは最後の料理という意味です。つまりこれで最後ですよということでした。これも柔らかくてとても美味しかったです。じゃあ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。今私はお会計をお願いしますの代わりにごちそうさまでしたと言いました。すいません。6600円でちょっと消費税をいただいて。ありがとうございます。じゃあこれ7000円ございます。はい、恐れ入ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。本当にごちそうさまでした。こちらこそです。大変いい時間を過ごさせていただきました。帰り道はわかりますよね。はい、わかります。はい、お気をつけて。ごちそうさまでした。ありがとうございます。本当にいい時間を過ごしました。また美観地区を通って帰ります。ただ水の量が来た時より増えている気がしました。
消防車が止まって何かを放送していました。早めに避難してください。なお、近くの開設している避難場所は倉敷公民館です。こちらは倉敷市消防団です。念のため大丈夫か聞いてみることにしました。すいません。こちらは倉敷市消防団観です。光客なんですけど、この辺は大丈夫ですか？大丈夫と聞いて安心しました。コンビニでお金を下ろします。おいでんせ、よう来てちゃったな。今 ATM が喋った言葉は岡山弁でした。びっくりしました。最後にもまた岡山弁を喋るので聞いてください。ありがとうな。また来て。次の日の朝です。朝ごはんを食べる場所を探しています。ここは夜に見た素敵な喫茶店です。まだ開いていませんでした。その隣は大原美術館です。大原美術館は日本で一番最初にできた西洋美術館です。今見えているこの大原美術館の建物は1930年に建てられました。ここ倉敷の美観地区には江戸時代に建てられた蔵屋敷と明治時代に建てられた洋風の建築がいくつも並んでいます。白い壁は漆喰が塗ってあります。白い壁の建物が蔵や蔵屋敷だったところです。蔵というのは物をしまう倉庫です。倉敷は江戸時代の中頃から商人たちの集まる町でした。明治時代には服や布を作るための糸を作る産業で栄えました。目の前の建物には今も人が住んでいそうです。こういう家に住んでみたいですね。少し大きな通りに出ました。可愛らしいお店です。10時からということで、まだ開いていませんでした。この先のカフェに行こうと思っていました。この通りの建物も素敵です。ここが行きたかったカフェですが、臨時休業でした。臨時休業というのはいつものお休み以外のお休みのことです。でもすぐ横にやっていそうなお店があったので行ってみることにしました。どの建物も素敵です。
水が溜まっている場所がありました。まだ奥に建物があります。一番奥が行きたいカフェでした。すごい、おはようございます。はい。中とかちょっと動画撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。はい。奥にピザ窯がありました。あのピザ窯が温まるまでに結構時間がかかるんだそうです。外がよく見える席に座ることにしました。はい、こちらモーニングのメニューですね。はい、その後のモバイルオーダーからご注文お願いします。はい。美味しそうですよ。まずさ、選んじゃうね。それモバイルでオーダーしちゃおう。そうだね。うん。私はね、フレンチトースト。あ、待って、マルゲリータ。どうしよう、朝からマルゲリータ。悩むよ。フレンチトーストも美味しそう。でも半分こしませんか？それはそうしましょう。半分こするは2人で半分ずつ分けることです。では注文します。待っている間に売っているものを見に来ました。デニムの生地のものが売っています。倉敷はデニムでも有名です。これも素敵なカバンです。とても美味しい朝ごはんでした。お会計をします。じゃあお会計お願いします。カードでいいですか？はい。2400円になりますね。はい。少々お待ちください。はい。はい、お待たせしました。はい。タッチや。タッチを。はい、ありがとうございます。お疲れから。はい。はい、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。台風がどんどん近づいてきて、雨も強くなってきました。新幹線が止まったら困るので、早く帰ることにしました。急いでお土産を買います。このお店で息子にお土産を買いました。お香を買ったらとても気に入って毎日使っています。来る時に見たデニムのお店に行ったら、このバッグに一目惚れしてしまいました。一目惚れというのは、一瞬見て好きになってしまうことです。よし、じゃあお願いします。他の場所ではこのバッグに出会えないと思ったので、買うことにしました。消費税入れて19,650円いたします。はい。今日お帰りなんですか？そうなんです。まだチケット取ってないんですけど、今すぐ駅に戻って来たやつに乗ろうと思ってて、なんかちょっとね、乱れがね、出てますよね。電車の時間が遅れることをダイヤが乱れると言います。ちょっと引いて、ちょっとやんでるね。よしか。ありがとうございました。自分にいいお土産が買えました。
倉敷から岡山に行って、岡山から新幹線に乗ります。岡山より西、つまり広島方面ではダイヤが乱れていました。でも岡山から東はダイヤの乱れはなく運転していました。本当に良かったです。ここでお土産とお昼を買います。ばら寿司が売っていました。お昼にはばら寿司を娘と半分こすることにしました。ここでいいかな？はい、すみません。じゃあ一緒ですか？はい、一緒です。ありがとうございます。こちらはすぐお召し上がりですか？はい、これ食べたいです。4点5110円のお買い上げでございます。袋欲しかったら別にいただこう。あ、じゃあすみません。無料ですので。あ、そうですか。はい。無料というのはお金がかからないという意味です。カードですか？はい、カードで一括で。あ、ここか。あれ？ダメ？今言った？お支払いいただきました。あ、よかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと8分だ。新幹線は全く遅れずに時間通り帰ることができました。最後にお知らせです。9月16日に私の初めての本が出ます。日本のいろいろな場所に行ってそこで会話をする本です。日本に来て日本の人とたくさん日本語で話をしたい、そう思っている人にぴったりの本です。Amazon で予約を開始しています。概要欄にリンクを貼っておきます。予約をしてくれたらとっても嬉しいです。またチャンネルメンバーシップもやっています。入ってくださっている皆さんありがとうございます。入っていない方はよかったらぜひご検討ください。皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、それからお友達にシェアをお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またね。暗記で毎日復習忘れないように頑張る。アニメのセリフ真似して発音練習